幻想水湖伝の最新情報をお届けする幻想水湖伝ライブ。司会進行はリッチモノ探偵社の探偵員です森一長です。そしてそして同じく進行を務めさせていただきます月城ひかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらに幻想水湖伝の IP プロデュースを務めます内藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速なんですけど内藤さん、先日のアニメエキスポすごかったでしょう。アニメエキスポ僕も初めて行ったんですよ、ロサンゼルスでやってるんですけれども、海外では初となる原画展示なども行いましたし、で今回フロンティアワークスさんのご協力を得まして、フロンティアワークスさんのブースの中に幻想水湖伝のコーナーを作らせていただいて、でアニメの、有名なシーンのフォトスポットで出させていただきました。でそれ以外にもスターリープの看板を置かせてもらって、もうぜひそのまま登録してくださいというところも踏まえていろんなことをやったんですけれども、幻想水湖伝のファンの皆さん、たくさん来ていただいて写真撮っていただいて、原画もすごいじっくり見てるなという感じでした。本当ね、なかなかその海外での展開もね、自分のところに来てくれるんだっていう嬉しさも多分相まってね、皆さんの多分熱い思いが届いたんじゃないでしょうか。はい、幻想水湖伝ファンの、それこそアメリカのファンの皆様ってなかなか会う機会とかはないんですけれど、こんなに好きな人たちたくさんいるんだなと、日本と同様多くの方に愛されている作品なんだなということを感じた次第です。はい。さあそして前回ですね、この幻想水湖伝ライブの終了後、全世界で視聴者の方に向けて番組アンケートを実施させていただきました。本当にご協力ありがとうございました。さあこれいかがでしたか。何よりも嬉しかったのは、見てよかったですかが本当に多くの方が良かったと、この先も見たいですかっていうことに対しても非常に見たいと言っていただけたことにも本当にありがたいなと思うのと同時に、幻想水湖伝そのものの IP の重さがね、非常にひしひしと感じるので、ちょっと緊張しているところもあります。いいですね、その責任の重さというかね、プレッシャーも心地よい感じにしていただければと思います。本当に多くのね視聴者の皆様に喜んでいただいているということを聞いております。僕らも嬉しいですね。嬉しいですね。さあ現在ですね、幻想水湖伝シリーズを楽しんでいただいている皆様からの期待にもぜひ応えていきたいということで、 IP の展開や番組配信を進めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。アンケートも実施させていただいて、この後も続けていきたいと思っているこの幻想水湖伝ライブは、基本的にはもう新たな展開を含めて復活のための展開を皆様にお伝えするために始めました。で皆さんに何回もお話してるんですけど、ファーストステップとして12H リマスターを発売しました。そしてセカンドステップとして、幻想水湖伝シリーズの魅力はそのままに、多くの方に遊んでいただくためのスターリープ、もうそれからアニメ、そして舞台なども進めてきています。でこの番組ではそれぞれのプロジェクトにかける思いを、直接その方たちも呼んでお話していただき、進捗をしっかりと紹介していきたいなと、で特にこのセカンドステップへの思いみたいなところは僕もすごい大事にしているので、皆さんにいろいろ伝わったらなと思っております。本当なんかいろんな人が来るとちょっと僕らもドキドキしますよね。そうですね。ちょっと緊張してきました。さあそんなセカンドステップへの思いを込めて、本日の番組ラインナップこちらです。アニメ、モバイル、舞台、続報をお伝えできるということになっております。さあということで今日も濃密な情報をお伝えできればと思っております。幻想水湖伝知らない方もどんどん広めてください。もちろん崎山先生のコーナーもあります。初めての幻想水湖伝、今回のテーマは紋章です。ぜひ最後まで見てくださいね。それではこちらのコーナーからいきましょう。アニメ幻想水湖伝。さあ前回の幻想水湖伝ライブでは、主人公と上位の物語は最後まで書き切るぞ、当然ワンクールでは収まりきらないぞということでしたけれども、本日は新たな情報をお届けできるんですよね。前回その2ワードだけをお話したんですけど、想像以上の反響でハムツーさんの記事閲覧数ランキングトップ10の中に入ってるんです。ちょっとね驚きました。期待値が高いところですね。期待値高すぎて、ちゃんとプロデューサーとか監督にも来ていただいて話してもらおうと思って今日はお二方来てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこちらにはアニメの監督を務められます佐藤雄三さんと NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパンの日野亮プロデューサーに来ていただいております。よろしくお願いします。さて、発表しておよそ5ヶ月、経ちましたけれども、反響から聞かせてもらっていいですか。アニメ化決定の情報を出し
た以降、おかげさまで多くの方からご注目をいただいてまして、で前回の幻想水湖伝ライブに寄せられたコメントでしたり、SNS で流れてくるご意見などはありがたく拝見させていただいております。これちなみにですけど、もう聞いていいですかね。いいじゃないですか。制作状況はいかがなんでしょうかね。はい、制作状況もです。皆様からのご期待に添えるべく、佐藤監督を筆頭にコナミアニメーションさんで非常に順調に進行しております。で本日もその状況をどうにかご覧いただいている皆様にお伝えしたいと思っているんですが、アニメは一つのシーン葛藤というところを完成するのに何段階もテストを繰り返すものですので。それでクオリティを高めていく、完成させていくものになります。でなかなか途中段階の映像をお見せすることが難しい実情はあるんですけれども、ただせっかくこの幻想水湖伝ライブをご覧になっているお客様の方に今回は佐藤監督にお願いいたしまして、本来は公開しないものを特別に調整中のテスト映像を少しだけお持ちいただきました。ちょっと見せていただきましょうか。じゃあ、テスト映像なので本編映像とはちょっと違うところはありますが、アニメの制作工程の一部としてご覧いただければと思います。おお、やったー。じゃあ佐藤監督、大丈夫ですか。大丈夫です。固まってるけど。どんなテスト映像なのかちょっとご説明してもらっていいですか。今回は2本の映像を用意しています。最初に見ていただく映像は森のシーンを CG で作成したテスト映像となります。森のシーン。こちらの映像はゲーム会社から派生したアニメーションスタジオということになりますので、CG を活用したテスト映像となります。最終的にはいわゆる普通の手書きアニメの映像を目指しているんですが、自由度の高いカメラワークの入れ込みであったりとか、登場人物たちと一体感のあるような没入感のある視点とかを取り入れる映像として今作成しているところですね。なんかね、ドローンで俯瞰で寄っていったり、なんかちょっと後ろカメラマンがついて走ってるようなね、見れるということですよね。でもう一本、もう一本、アクションシーンの、モーションキャプチャー映像になりますね。モーションキャプチャーを使った、プリビズっていうのは、アニメーションの世界でも、どんどん導入されるようになってきたんですけども、このようなテスト映像をもとに、コンテンツだったり、作画の構図や、実際の芝居とかも、活用していくというような形ですね。モーションアクターもスタントマンとして数々の名作の特撮現場でも活躍されている杉口秀樹さんに担当していただいており、迫力のあるアクションが再現できると考えております。すごいですね。実際に人が動いたものをモデルにしてアニメが作られていくんですね。なんか昔の美術のデッサンとかでいうとこういう手のねモデルがあってこれを描いているような感じでしたけど、ここまで進化して対応していらっしゃるということなんですね。やっぱりこの生のその人間が役者がやっている絵を取り込むっていうと、ちょっと今までのゲームとは違う感じがします。そうですね。リアルな芝居をいかにアニメに落としていくのかみたいなところがありますね。なるほど。いや、余計に楽しみになってきちゃいましたね。期待値がさらに上がりましたね。さあ、佐藤監督、本当にね、本日は貴重な映像並びにご説明ありがとうございました。さあ、こちらの映像が完成した本編、どんな風に反映されていくのか非常に楽しみでございます。さあ、こちらのテスト映像も拝見してますます皆さんもねアニメへの期待が高まったと思うんですが、何やらですね、本日実はこれだけではなくアニメに関する重大発表があるとお伺いしているんですが、はい、重大発表を持ってまいりました。こちらの映像をご覧ください。アニメ幻想水湖伝2026年放送決定。日野さん、決まったんですか。はい。おお、2026、もう来年ですよ。もうちょっともう佐藤監督並びに制作スタッフ陣の優秀な
進行、本当努力もありまして、来年2026年には、皆様にお届けできることが、決定いたしました。これは改めてすごいですね。それだけでも本当スタッフがじゃあ今頑張ってるということですもんね。そうですね、はい。ビジュアルもね、これが今出てるビジュアルになると思うんですけども、こっちのビジュアルについてもちょっと説明してもらっていいですか。はい、今回のこのイメージビジュアルなんですけれども、はい、幻想水湖伝2のファンの皆様にはおそらく既視感のないシチュエーションかと思います。ゲームが始まる前夜の、物語のちょうど少し前の、日常の一コマを描かせていただいています。ということは最初の事件が起こる前の日ってことですか。はい、はあ、なるほど。ちょっとエモすぎますねこれね、大悟さん。ちなみに、はい、星の数を監督108個出た。いや出たじゃないですよ。ね、今のギャグみたいな流れやめてもらっていいですか。あ、それだけちゃんと書いてらっしゃるんですね。すごいこだわりが感じねられますね。ただ数えにくい。数えてください。いやーでもちょっと楽しみがね、本当に増えてきましたけども、今日はね本当いろんな情報をね、お届けしていただきましたが、アニメが待ち遠しいというファンの方々の声も多く届いております。はい、我々も皆様から早くアニメが見たいというようなそういった期待の声をひしひしと感じています。でそこでこちらご覧いただければなと思うんですが、はい、本日よりアニメの公式 X を開設することにいたしました。はい、先ほどご覧いただきました最新のイメージビジュアルをはじめといたしまして、佐藤監督でしたりコナミアニメーションさんの制作現場の状況などを今後さまざまな情報をこちらのアニメの公式 X で、皆様にお届けしたいと考えています。はい、で公式ハッシュタグはハッシュマークアニメ元帥になりますので、皆様もつぶやくときにはぜひこの公式ハッシュタグをつけていただければなと思っています。皆様ぜひ、フォローのほどよろしくお願いいたします。公式 X も立ち上がるということで、これもう本当にどういう声を届けてほしいとかって何かあります？もう温かい制作を頑張ってねというようなお言葉をいただけると僕たちも励みになります。そうですね。やっぱそういったね励み、スタッフたちも今絶賛頑張っているというところですからね、こちらも僕らは鼓舞しますけれど、はい、ぜひ本当いいものをね時間かかってもいいんで作っていただければと思っております。さあということで皆さんもぜひフォローしてください。さあということで本日のアニメ幻想水湖伝の情報ここまでとなりますが、ちなみに次の情報を欲しがっております。いつ頃になるんでしょうか。次はですね、9月適当に言ったわけじゃないですよね。ちゃんと9月には最新情報をお届けできるということですよね。9月頑張ります。頑張ってくださいね。目指すということで、はい、わかりました。皆さん続報は必ず9月に皆様にお届けしたいと思います。ぜひご期待ください。さあ。ということで改めて、日野さん、佐藤監督からアニメを楽しみにされている皆さんにご挨拶をお願いしたいと思います。日野さん、少しずつ幻想水湖伝の、こういった情報を出せる、場所に出演できまして本当ありがたいなと思いますし、先ほど公式 X の解説のお話をさせていただきましたが、ぜひいろんなご意見をいただいて、でちょっと作品を一緒にファンの方々と一緒に盛り上げていければなと思ってますので、アニメ幻想水湖伝どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん、はい、放送時期も発表されましたし、もう現場は今一生懸命動いていまして、絶賛、鋭意制作中ですので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。2026年放送が決定いたしましたアニメ幻想水湖伝、今後の情報解禁も楽しみにしております。以上、アニメ幻想水湖伝のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはこちらです。幻想水湖伝スターリープです。こちらには幻想水湖伝スターリープのプロデューサーを務めている藤松さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ6月のコナミプレススタートで発表がありましたけれども、このスターリープ海外配信が決定しましたね。モバイルで制作することになった経緯ともつながるんですけども、幻想水湖伝 1,2 HD リマスターのファーストステップからつながる、セカンドステップとして、多くの方に手軽に幻想水湖伝に触れていただきたいと、そういう思いで始まったプロジェクトですので、海外のユーザーの方にも
遊んでもらうためにグローバルで配信することにいたしました。嬉しいですよね。そうなるとこの対応言語というのは日本語だけではなくなる。そうですね、現時点では日本語以外に、英語、ドイツ語、フランス語、繁体字と簡体字、そして、韓国語を予定してます。これあと一つ僕もそうなんですけど、大画面でやりたいっていう希望が必ずあって、スチームも決定。そうです、このスチーム版をやるにあたっては、理由は大きく2つありまして、一つは、先ほどおっしゃったような、大きな画面で腰を据えて、じっくり遊びたいという、ご要望もありましたので、そちらのご要望にお応えできればというのと、もう一つはですね、このグローバルで配信するにあたって、さまざまな地域での通信環境であったり、その地域で普及しているスマートフォンの性能、そういうことを考える必要が出てきたんですね。それを考えると、PC でもプレイできた方が、より多くの方に遊んでいただけるんじゃないかと思いまして、Steam に対応することにいたしました。これはもう本当に嬉しい。嬉しいですね。もうユーザーの皆さんのねプレイスタイルだったり、環境に合わせた遊び方ができるということで、本当にねこれはもう待ってましたでした。よかったです。ちなみにですけども、同じアカウントで例えば PC、スマートフォンの連携っていうのはできる？そうですね、そう遊びたいですよね。遊びたい。そのような遊び方をしたいという方がいらっしゃると思っていて、対応できるように現在検討中です。これは前向きにぜひ検討お願いいたします。前向きに検討いたします。お願いいたします。さあ前回のですね幻想水湖伝ライブのコメントであるとか、配信後に実施していたアンケートで幻想水湖伝スターリープへの反応、これもちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね、実施したアンケートとか、コメントとかではやっぱりキャラクターであるとか、ゲームシステムについて、知りたいというご意見が多かったですね。確かに。ですので、今回も、新しくキャラクターをご紹介できればと思います。よろしくお願いします。それと、あとはそのキャラクターの入手手段についてもちょっとお伝えさせていただければなと思います。幻想水湖伝スターリープではメインストーリーで、主人公108世の物語を、進めていくことで、仲間にすることができるというお話もしたんですけども、あとはその過程でいろいろな条件を満たすことで仲間にすることができるというのがあるんですけども、幻想水湖伝スターリープの物語がこの今までの幻想水湖伝と同じ世界、この歴史の中で展開するというのはもうおっしゃってました。過去作キャラであるオデッサ、フリック、ビクトールの物語とも交差しますよってはおっしゃってましたよね。そうですね、前回それをお話しさせていただいて、幻想水湖伝スターリープの物語は、幻想水湖伝5と1の間の太陽暦453年から始まりますよとお伝えしたんですけども、実はスターリープはいろいろな時代を描ける仕組みにしていまして、なのでメインストーリーに登場する過去作のキャラクターというのが、太陽暦453年近辺で、登場した活躍したキャラクターだけではないんですよ。じゃあ時代が離れている他のナンバリングのキャラクターたちがもしかしたらそのメインストーリーに絡んでくることもそういうことになります。ある？ただしあくまでメインは今回スターリープの主人公と新たな108世の物語なんですけども、あとは過去のナンバリングの出来事を改変するようなそういうお話ではなくて、過去のナンバリングで描かれなかった部分が少し明らかになるというものとして、楽しみにしていただければなと思います。なるほどね。なんか僕らは割とそのサブストーリーっていう言い方が正しいかどうかまた別として、なんかそういうのを想像しながらやってたじゃないですか。そういう答え合わせになったりとか。そうですね。そこでは描かれなかったことがこのスターリープでは分かるってことがあるかもしれないです。これちょっとねストーリーが楽しみになってきましたけども、イベントとかガチャね、過去作のキャラクターを含めてさまざまなキャラクターが登場すると伺いましたけれども、そちらについてもちょっと伺っていいですか？はい、そうですね。ガチャに関してはナンバリング作品と同じ歴史で描かれるメインストーリーって言ってたんですけども、それとはちょっと切り離して考えてまして、いろいろな制限をつけずにキャラクターが入手可能に
なります。ですので、いろいろなキャラクターの組み合わせでパーティーが組めるよっていうことを楽しんでいただきたいと思ってます。なるほど。いろんなキャラクターというのは具体的には？そうですね、メインストーリーで仲間にしていくキャラクターの例えば別バージョンであったり、過去作のキャラ、でそのキャラクターもキャラクターたちの若い時の姿であったり成長した姿であったり、あとは、過去作でもスターリープでもそうなんですけども、108世粛清以外のキャラクターにも魅力的なキャラクターいっぱいいるんですね。ご存知だと思いますけど、そういったキャラクターたちも出していきたいと考えてます。例えば言える範囲でいいです。例えばそうですね、これは、粛清にもなってるんですけども、例えば3の上軍曹であったり、4の帰化みたいな、先ほどから言っている太陽暦453年からちょっと離れた時代に活躍したキャラも出したいと思ってます。なるほど。今もう絶賛じゃあそれを作ってる？その通りでございます。楽しいね。ちょっと井川さんまとめてもらっていいですか？はい。じゃあまず一つは、ナンバリング作品と同じ歴史に残るメインストーリーでは太陽暦のさまざまな時代を描いていき、新108世が無料で仲間にできる。で2つ目は、ガチャやイベントでは今作過去作問わずさまざまなキャラクターが登場して、ナンバリング作品と同じ歴史戦とは、切り離してさまざまなキャラクターでパーティーを組むことが楽しめるということですね。ちょっとこれなんか今から僕らがあれ出してほしいこれ出してほしいとかってつぶやいたら、もちろんその要望私たち聞いてはいますので、参考にはさせていただきます。もちろん必ず出すとは言えないんですけど、もちろん参考にはさせていただきます。今またやってほしいランキングとかそうですね、そうですし、もちろんハッシュタグつけてつぶやいていただければ私ら見てますんで、ちょっと子供とかにも頼もう。実現できるかもしれないですね。世代を超えた推しをね、どんどん押してもらうっていう。ゲームシステムについては何か新しい情報は？そうですね。今日はゲームシステムの中でバトルについてお伝えできればなと思ってます。今までのトレーラーでも例えばクマを振り回していたりなんかただものではなさそうな敵キャラっぽいキャラが出てきてたりっていうので、気になってた方も多いと思うんですけども、今日は基本的なバトルシステムがどんなものになるのかっていうのを紹介するトレーラーを作ってきましたので、ぜひそれを見ていただきたいと思います。そしてこれが今までと同じトレーラーと同じようにいろいろなキャラクター出てきますので、そちらにもご注目ください。なるほど、わかりました。それではご覧いただきましょう。どうぞ。暁帝国の東にある湖畔の里。その里に突如惨劇が訪れる。紋章を素直に渡した方が身のためですよ。逃げろ。さあ、我によこせその力を。主人公たちは復興に向けた旅に出る。その道中にはさまざまな敵が待ち受けている。本作はタイムラインターンバトルを採用。通常攻撃、紋章、行くぜ。そしてゲージを貯めることで発動可能な奥義。3種類の効果や次回行動までのインターバルが異なる行動を駆使してバトルを進めていく。麗しき用心棒蘭林天剣山。また敵の弱点属性をついてアンバランス状態にすることで大ダメージを与えるチャンスを生むことができる。俺は旋風婦のバルカス。おいシロニア、おめえも名乗れよ。他にも味方が4人以上連続で行動可能な際に発動できる連携はより戦略性の高い攻撃を仕掛けることができる。一つ一つの攻撃の選択が大きく戦況を左右する。主人公たちに立ちふさがるさまざまな強敵。この魔晶石をやる。はあ、僕を敵に回すからこうなるんだよ。戦う敵を見極めパーティーを編成することが重要。
さらに戦闘をサポートしてくれる支援を活用することで戦略は大きく広がる。今直します。下がれ、俺が前に出る。だから物語では複数の部隊が参加する大規模な戦争も発生。部隊に編成しているキャラクターの戦技を使い戦いを有利に進めよう。行くよ。お前の実力見せてみろ。やれやれだな。これが最強だ。それじゃあおやすみなさい。この飯田天の速さにほら目を離すなよ。暗いな。幻想水湖伝スターリープ。はじめましてだな。俺はアンジー、古族の頭をやってる。さあということでね、おなじみのキャラクターもいれば、あれっていうキャラクターもそうですね、新しいキャラクターもたくさんいましたね。はい、ということでここからはディレクターの竹山さんにもご参加いただきゲーム内容を紹介いただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずベースのシステムからご紹介します。幻想水湖伝シリーズではナンバリング作品ごとに異なるバトルシステムが採用されていますが、本作スターリープでは6キャラ編成のタイムラインターンバトルを採用しています。タイムラインターンバトルね、この6キャラ編成っていうのはもう1、2あと5、はい、でもね同じだと思うんですけども、タイムラインターンバトルってこれどういうものなんですか？そうですね、タイムラインターンバトルというのはパーティーにいる6キャラを一気に行動選択するのではなく、順番に行動を選択していくというシステムです。なるほどなるほど。で今画面に映っているこのような感じで、敵味方を含めてどういう順番で行動していくかが表示されています。じゃあやっぱりこの素早いキャラっていうのがその早く行動が速くなってきたり回ってきたりとかする。そうですね、速というパラメータがありますので、それが高いほど早く行動は回ってきます。なるほど。次に本作での基本となる行動についてです。はい、3種の行動を駆使しながら戦っていきます。3種。はい。でその3種とは通常攻撃、紋章、奥義、この3種です。通常攻撃は威力は低いのですが、その分次の行動が速くなるという特徴があります。ただデメリットとしては敵に回避されることもあるという点です。ただ、キャラクターによって命中力というのが異なっておりまして、命中力が高いキャラクターは結構当てますし、低いキャラクターは割と外すんですね。それ言わなくてもいいですけどビクトルですか？そうです。過去作でもやっぱりよく外していたキャラクターっていうのは命中力はちょっと低めに設定はされています。はい、次に紋章です。本作では1キャラあたり2種の紋章技を使うことができます。技によって攻撃だったり回復だったり使用回数があったりなかったり様々です。で一部のキャラはですね、紋章を宿せなかったりしますが、そういったキャラにも別の技が用意されています。で最後に奥義です。奥義はゲージを貯めて放つ最も強力な技です。キャラごとに固有の奥義を持っています。奥義ゲージは通常攻撃や紋章技を使うことで溜まっていきますので、ここぞというタイミングで使うことで戦局を変えられます。奥義なかなか出しどころって僕らもすごくね迷ったりするんですけど、ただ見たいっていうのがまずありますからね。そうですね。はい。さあということでたくさんねご紹介していただきました。以上がバトルシステムのベース機能の説明です。ここからは応用編
ということで、詳細のご説明をしていこうと思います。お願いします。はい、本来はゲーム内でもゆっくり覚えていく要素なので、今回はなんとなく知ってもらえるだけで OK です。軽い。はいはい、はい、では参りましょう。まずは、連携システムです。先ほど紹介したタイムラインで味方が4人以上並んだ際に使える戦術です。この連携が、ね、できるようにうまく行動を選ぶという必要がありそうですけど、そうですね、おっしゃる通りでございます。その分非常に強力な戦術となっております。連携を使うとタイムラインに並んでいる、味方全員が一気に行動し、敵に与えるダメージがどんどん上昇していきます。連携に参加するキャラが多いほど強くなるということですね。なるほどね。これ連携うまくやるコツっていうのなんかあるんですか？はい、もちろんあります。教えてください。まずはですね、先ほどお伝えした通常攻撃もその一つです。で通常攻撃は次の行動が速くなりますので、連携を発生させやすいんですね。あとは、敵のスピードを上げたり下げたりする技もありますので、そういった技を使っていただくということも効果的です。一番効果的なのは敵をアンバランスにすることです。アンバランス、ね、おなじみですけども、アンバランスにする。はい、過去作でもアンバランスは一定の間行動不能になるステータス以上なんですが、本作では同じ効果がある上でアンバランス中の敵にダメージを与えるとダメージがさらに増すという追加効果があります。どうやってこのアンバランスにさせるんですか？オーソドックスな方法は敵を弱点属性で攻撃することです。はい、で過去作でもおなじみの火、水、雷、土、風の5行属性をはじめとしてさまざまな属性があります。はい、でその属性、敵の弱点属性をついて攻撃していくことでアンバランスにさせられます。アンバランスにすると敵の行動が大きく遅れていきますので、おのずとタイムラインに味方だけが並んで連携につなげられるということです。だから連携つながる。なるほどね。この敵の弱点をつく速い攻撃を駆使していくということで、連携できる、大きなダメージ与えられますよというのが肝になると。そうです、一気にいろいろと説明したので難しく感じると思うんですが、ゲーム中ではゆっくり学んでいただくことができますので、それはご安心ください。あとは過去作でもお任せっていうのがあるんですけど、本作でもオート機能がございますので、コマンドバトルが苦手だっていう方はぜひオートバトルで遊んでいただいても構いません。戦闘システムについてはまたね、説明していただいた以上のものがたくさんまだあるということですね。はい、そうですね。細かい点はまだまだありますが、ここでは紹介しきれませんので、またどこかでご説明できればと思います。これ奥義が非常に強力なね、キャラ固有の技という話もありましたけども、前回のトレーラーでもこの奥義の話、演出がねついてかなり話題になってましたけれども、そのあたりで何か今日お話できる部分ってあります？そうですね。奥義の演出はやっぱりキャラの魅力とか迫力をできる限り表現したいので、カメラを回り込ませたりとか、奥行きのある演出っていうのを心がけているんですね。例えばこういうものですね。なるほどね。カメラがこのぐいぐいと回り込んでいくと。で実はドットを使いながらカメラを回り込ませるっていうのは、かなり高度な演出でして、この辺りはもう制作スタッフのこだわりが存分に込められています。こだわりというとね、この幻想水湖伝に関してはもうスタッフのこだわり半端じゃないですもんね。そうですね。細かいとこまでこだわり抜いてますからね。これあとビクトールが熊をねぶん回したりする面白い演出もありましたけどね。そうですね。やっぱり奥義の中には、かっこいいものだけじゃなくて、遊びの要素っていうのはやっぱり入れたいなというふうに思っていて、で結構過去作がそういう演出が割とはちゃめちゃだったりするんですよ。でそれをやっぱりオマージュといいますか、そういったものをやりたいなと思って追いつけ追い越せっていう気持ちでやっています。なるほどね。幻想水湖伝ってシリアスなところもあるんですが、おふざけのところもたくさんありまして、その両面がやっぱり魅力的だと思っているので、スターリープでもそこは両面とも出していきたいなというふうに思っています。こういう面があるからこそシリアスな場面に効いてくるんですよね。そうですね。これどんな奥義が出てくるか楽しみですよね。さあということでバトルトレーラーのパーティー編成部分では主人公たち新キャラクターたちのパーティーもあると
いうことでしたが、それ以外に気になるキャラクターたちがたくさん編成されているパーティーありましたね。トレーラーではいろいろなキャラでパーティー組めるっていうのを表したくて、ドリームチームの片鱗を少しお見せできればと思いまして、編成画面でいろいろなナンバリングの過去作キャラを登場させてみました。この編成画面のねキャライラスト、キャラクターごとに違ったテイストでしたけど、幻想水湖伝スターリープでは多くのイラストレーターさんにキャラクターのイラストの制作をお願いしているんですけども、今活躍されているこのイラストレーターさんにこのキャラを描いていただきたいという思いでオファーしてますので、今後イラストレーターさんの情報も出していこうと思ってますので、どんなキャラクターがどんなイラストレーターさんにどのような形でデザインされてゲームに登場するのかを楽しみにしていただければなと思います。森尾さん以外にもイラストレーターさんいらっしゃる？そうですね、新しい今回のスターリープの新100派生は絶対森尾さんにキャラクターデザインしていただくんですけども、それ以外に関してはちょっといろいろな方にお願いしているっていうのがあります。はい、ということで森尾さん以外のイラストレーターさんも中にいらっしゃる。そこも楽しみにしていただければなと思ってます。わかりました。さあ、そして幻想水湖伝バトルといえば戦争もねトレーラーに入ってましたけれども、過去作でもこのタイトルごとにシステムが違いましたけれども、スターリープの戦争ってどんなシステムになります？戦争モードはリアルタイムストラテジーシステムを採用していまして、時間経過とともに変化していく戦況に合わせて行動を選択していく遊びとなっています。ただ、行動選択中は時間が停止するため焦る必要はありませんのでご安心ください。よかったね。迷っちゃいますもんね。通常の戦闘と同じで、6人のパーティーを組んでそれを最大5部隊編成して挑みます。いっぱいその集めたキャラいっぱい出していきたいっていうのがね僕らの希望でもあるんですけど、やっぱそのいろんなキャラがね出せると嬉しいですよね。そうですね。幻想水湖伝スターリープの新キャラも過去作キャラもたくさん登場するゲームになってますんで、戦争モードっていうのはその集めたキャラクターたちが活躍する重要な場所の一つになってます。なるほどね。戦争モードではマップでの移動と戦闘を繰り返していくわけですが、マップでは戦技という戦争専用の技を使うことができます。戦技、戦技はキャラごとに違ったりして、そこも選ぶ基準になるかと思います。で戦闘と戦技を駆使しながら敵をアンバランスにして怒涛の攻撃を行う波状攻撃が今回の戦争モードの見せ場です。いろんな場面に合わせて戦術を組み立てるのも楽しそうだなって思いました。ますます楽しみになりました。はい、ありがとうございます。以上が今回紹介できるバトルや戦争システムのご説明でした。はい。さあ、そして本日もキャラクターを紹介していただければと思うんですが、はい。今回はバトルシステムをご紹介したというのもありますので、主人公たちの前に立ちはだかる戦う相手となるキャラクターたちをご紹介したいと思います。お願いします。まずはこちら、ラグナルです。実は前回のストーリートレーラーで登場していました。主人公の里を狙った敵組織の一員で、大きな鎌を振り回して戦います。感情の振れ幅が大きいキャラですが、戦闘においては非常に強敵です。キャラクターボイスは児玉拓也さんに演じていただきました。続いてエギルです。ラグナルと同じく敵組織の一員です。2本の短剣を駆使して戦います。ラグナルと比較して冷静沈着なタイプです。ある理由でラグナルのことを非常に大切に思っています。キャラクターボイスは室元気さんに演じていただきました。ある理由とか気になりますね。気になりますね。最後はこちら、ハテナってなってるんですが、現時点では名前は明かせません。先ほどの2人を含め敵組織を束ねる存在です。年齢不詳で見た目よりは随分と年齢は高いようです。キャラクターボイスは大久保愛子さんに演じていただきました。何なんか気になる情報が多いですね。知ってるんでしょ？いや、すごい気になるのこっち。でも本当多分ね、いろんな情報これから出てくるんでしょうけど、すごく想像力膨らむようなやっぱねキャラクター、魅力的なキャラクターですよね。ラグナルは前回イラストが出てたので、すごい気になるというユーザーの皆さんがいましたね。それでは過去作に登場したキャラクターをでは月城さんお願いします。はい、紹介させていただきます。彼女たちは幻想水湖伝2のバナーの峠に敵
敵として登場したキャラクターです。ランラン、リンリン、テンテンの3人です。今作では武術家3姉妹ランリンテンを名乗り、用心棒として主人公たちの前に立ちはだかります。まずランリンテンの長女ランランは普段はとってもお上品でおしとやかなのですが、実は短気なところもあり、その二面性がとても特徴的なキャラクターです。キャラクターボイスは佐々木美恋さんに演じていただきました。そして次女のリンリンはクールでありながら姉ランランの願いを叶えるために日々用心棒家業に取り組んでいるしっかり者のキャラクターです。キャラクターボイスはあいみさんに演じていただきました。最後に三女テンテンは自由奔放な甘えん坊ですが、その天真爛漫さから人と打ち解けるのも早い元気なキャラクターです。キャラクターボイスは伊藤彩紗さんに演じていただきました。はい、ということでランリンテン、はい、個性豊かで可愛い三姉妹ですよね。本当に、実はこのランリンテンのなんですけども、実は専用の登場曲とかバトル曲があるんで、楽しみにしていただければなと思います。確かにね、このテーマをね楽しみですね。ということで続いてバルカスです。斧を猛然と振るう姿から旋風婦のバルカスと恐れられている彼は、清風山を根城にする山賊の頭領で情に厚く義理堅いキャラクターです。キャラクターボイスは宇垣秀成さんに演じていただきました。最後はシドニアです。バルカスとともに清風山で山賊をしている彼は遠当てのシドニアと呼ばれ、瞬間移動を得意としています。普段は無口ですが、バルカスには心を開いているクールなキャラクターです。キャラクターボイスは小林千秋さんに演じていただきました。ね、棟梁バルカスについてるシドニアと、またなんかいろいろやってくれるんですよね。そうですね、やっぱりバルカスとシドニアはセットで登場させたいと思ったので、今回出てきます。またお茶目なことをねやってくれるんでしょうね。はい、ということで以上、今回の幻想水湖伝スターレイプの情報となります。さあ、それでは藤松さんと竹山さんも視聴者に向けてメッセージを頂戴したいと思います。今回グローバルで展開することを発表いたしました。幻想水湖伝のファンは世界中にいらっしゃいますので、国内だけでなく世界中の皆様に喜んでいただけるよう、スタッフ一同改めて気を引き締めて開発に取り組んでまいります。今後とも応援いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。今回はバトルについてお伝えさせていただきました。新キャラも過去作のキャラもまだまだ登場しますので、そしてより多くの方に遊んでいただくためにグローバルでの配信と PC、Steam への対応も行います。ぜひ Steam のウィッシュリストの登録もお願いいたします。日本の方も海外の方も引き続き注目いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで以上、幻想水湖伝スターリープについてのコーナーでした。さあ、お次はこちらです。舞台幻想水湖伝門の紋章戦争編です。さあ、内藤さん、舞台の方はどんな状況でしょう。今やっと衣装の監修とかに今日来てもらってます崎山に入ってもらったりとか、プロモーションで利用するための写真とかの撮影とかの準備もどんどん進んでいる感じです。今日はもっと詳しい情報を知りたいと思うので、プロデューサーの岩崎さん、また演出の中屋敷さんに来ていただきました。さあ、ということで、中屋敷さんは以前ねビデオレターでご登場いただいておりますが、改めて自己紹介お願いします。はい、舞台幻想水湖伝門の紋章戦争編で脚本と演出を担当します中屋敷典人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中屋敷さん、岩崎さんとは会ったこともない、会ったことすらないのにオファーがまず来たということは本当ですか？これ本当です。はい、本当ですね。これをやることにあたって、誰を脚本にするのかにぜひ中西さんお願いしたいというのがありまして、その時のちょっといろんな舞台ももちろんこっち一方的に見ておりましたし、ということですごいちょっと長い気持ち悪いメールをちょっと送りまして、ぜひ一緒にやりませんかっていうものをちょっとオファーさせていただいた感じです。来た時ってどうでした？僕はそのメールが来たことを、マネージャーから聞かされて、多分その時に中屋敷さん幻想水湖ぐらいでやりますってすぐなんとなくもう先読みして思っちゃうんですね。おそらく幻想水湖伝って知ってますか、もし舞台化があったらやりますかっていう段取りで聞こうとしたと思うんですけども、幻想水湖ぐらいでやります、絶対やりますって。そんな早押しピンポンだったんですね。
もともと原作が本当に大好きだったので、もし舞台化などがあって関われるなら、もう本望だなと思って来ていただきました。じゃあもう当然構想はあった？もし僕がやるならこうしたいなみたいなことをちょっと考えております。そのあたりちょっと聞かせていただいていいですか？いやたくさんこちょこちょしたいなと思っていて、こちょこちょグレミオさんが主人公さんにねこちょこくすぐるシーンとか、そういう小ネタといいますかね、そういうところがたくさんあって可愛いなと思っていて、激しいアクションシーンとか戦争のシーンもいいんですけど、そういうところをぜひ舞台で見たら楽しいんじゃないかなと思ってます。確かにいろんな意味で観客の心をくすぐりますよね。そしてそんな中ですね、今回そのキャスト陣を呼んでいただいたということですので、早速お呼び出しいたしましょう。はい、舞台「幻想水湖伝門の紋章戦争編」のキャストの3名に来ていただきました。こちらへどうぞ。よいしょー。よろしくお願いします。お願いします。どうぞおかけください。さあ、じゃあ改めて早速自己紹介をお願いいたします。はい、皆様はじめまして、主人公坊ちゃん役を務めさせていただきます岡村直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、グレミを演じさせていただきます和田拓馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、フリック役を演じさせていただくことになりました山田ジェームス武史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ和田さんとね山田さんもすでに幻想水湖伝当時からプレイされていたというふうに伺ってるんですけども、今ねようやくこの HD リマスター発売されて皆さんが多分たくさんのね遊んでいらっしゃるかと思うんですけども、アニメモバイル舞台となって、どんどんこの最新情報が出てきている今いかがです？原作ものと言われるものを今まで何本かやらせていただいたんですけども、やっぱりこうキャラクターに似てる似てないっていうのは、すごく僕らも発表するとき緊張しますし、受け入れてもらえるかなって思うんですけども、毎回スタッフの方含めとってもいいクオリティのキャラクターのビジュアルに仕上げていただくので、今回もね僕はすごく楽しみにしてます。山田さんいかがでしょう？いや僕ももうめちゃくちゃ色濃く残ってる思い出なんで、それを実際に今この十何年経って自分が演じるっていうのは、今までももちろんそういう原作ものの作品っていうのはあったんですけど、その中でも、僕の中でめちゃくちゃでかいですね。なんか感慨深いというか、僕がフリック演じんのみたいな結構衝撃ではありますね。多分その衝撃が、今朝メイク室に入った時にメイクさんが山田さんにすごい勧められたのっておっしゃってました。いやもうそのぐらい多分皆さんね多分伝わった嬉しかった喜びだったりとか、これやってほしいっていうねものがね情熱が伝わったんだと思うんですけれども、今回この山田さん幻想水湖伝の公式サイトが更新された時ですよ、もうすでにSNS で舞台化あるよねみたいな熱望されてましたよね、あれね。いやそうですね、なんかたまたまなんですけど、その20周年、幻想水湖伝1の20周年ぐらいだったかなって聞いて、なんかその幻想水湖伝のサイトをパッて開いたら、あれ前回となんかデザイン違うんだけどってなって、これ20周年ってことはなんかあるんじゃないのってめちゃくちゃその数日期待してたんですよ。ファン心理ですよね。7年間何もなかったです。びっくりしました。内藤さん、申し訳ございません。やっぱり幻想水湖伝がまた今の時代に動き出してくれるってことがもうとにかく嬉しくて、それがもう楽しみで楽しみで、なんかもうね映像は映像でゲームはゲームで得られる要素、養分っていうのがあると思うんですけど、舞台にしかない養分栄養素がね多々あると思うんですよね。それももちろんあると思いますんで、そのあたりこの中屋敷さん目つぶって考え深いな。放送も考えてる。今も中屋敷さん、このキャスト陣お決めになるときって大変だったでしょう？でも今回は意外とすんなりと言いますか、やっぱりこの幻想水湖伝の魅力に引き寄せられたと言いますか、本当に素敵な皆さんが集まっていただいて、とてももう今からイメージが膨らむようなメンバーだなと思ってます。本当になんか知らぬ間に百発生が集まったような気がします。ちょっとこれは聞きづらいんですけども、岡村さん、ね、まずお隣にいらっしゃる岡村さんを抜擢する決め手ってなかなか役者の前でね言いにくいとは思うんですけども。岡村君はオーディションで選ばせていただいたんですけど、もうとにかく眼差しが美しくて、もうピッと前を見る目線がね、もう目線が綺麗な。
眼差しとあと声色ですね、声にもすごく芯があって、本当に坊ちゃんらしい、本当坊ちゃんが来てくれたなっていうイメージがあったので選ばせていただいたという感じです。ありがとうございます。嬉しいですよね、そこまで思われたらね、岡村さん。もう初めてその僕選ばれた理由とかも今まで普通はね知らなかったんですけども、改めてそうやって選んでくださったのは本当にありがたいというか、もう嬉しい気持ちでいっぱいです。解釈一致だもんね。解釈一致すぎて、もう入ってきた時からすごい思ってました。坊ちゃんもう何役かって分からなくても多分分かると思う。分かるな、確かに言われてなくても。これ和田さんは実はオーディションではなくオファーをしたというふうに伺ってるんですけども、和田さんはオファーが来た時ってどう思いました？もちろんその自分が子供の頃、親にこう寝たふりして、そこそこゲームしてたものにまさか自分がその登場人物になれるっていうのはもちろん興奮しましたし、今回中屋敷さんと初めてなんですよ、ご一緒するのが。そうなんですね。こんな重要なグレミオという役をいただけるなんて、この場で逆に聞いてみたいんですけど。どうして？そうですね、僕の中でお母さん的な存在だと思っていて、グレミオがシチュー作るからとか言わないでください。で、和田さんの俳優としての安定感と包容力みたいなものはすごくイメージがぴったりだなと思っていたので、今回現場でお母さんのようにね甘えようと思ってます。はい、違う。坊ちゃんが甘えるなら自炊しましょう。取らなくていいのよ。炊き出します。炊き出しなくていいから。全部シチューです。全部シチューしかり。いや、毎日変えて。そういうことじゃないんですよ、だから。でも本当に嬉しかったですよね、そういう意味ではね。うまくマッチングしたと。山田さんもこれオファーだったということなんです。おそらくコネです、これは。もう僕はもう何年も言ってきたんで、空気読んでくれたので。でも本当に絶望するとか、言えば叶うことって今夢の中にはあるじゃないですか。そういう意味合いでは続けてくるとやっぱりキャスティングされるってことだったんですかね。僕の中では正直もちろん出たい気持ちはあったんですけど、もうとりあえず舞台化してくれたら見に行きたい気持ちもやっぱでかかったんで、どういう作品になるのか絶対批判しますからね。やめなさい。甘いっつって。でも本当にそれだけの強い思いがあったってことですもんね。もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。中西さんどうですか。はい、J 君は原作ものをやるときは本当にものすごいエネルギーの愛で返してくれる俳優さんだと思っていたので、今回はまさにもういてくれると、中から外からいろんなこと言ってくれるんじゃないかなと期待してます。さっきも楽屋で、さっきももう屋敷さんっつって、ちょっとこういう演出どうすかって演出プランをでみんなでそれ面白いじゃんっつって、結構面白そうだねってなったから乗っちゃったので。じゃあもうそれは取り入れられる。ゲームやってらっしゃる方がそれ見たらうわーってこうでもなるっすよね。なるっすよね。絶対に。全然今回の番組に集中しないで、もうすでに舞台の方に行ってたってことですもんね。すごいいただきました。でもそういうその役者とその監督とのセッションっていうのは割ともう普段からされる。僕はやっぱそれが好きで舞台化とかは楽しくやってますね。もちろん僕も原作愛してるんですけど、俳優もそうだしスタッフもそうだし、あとお客様も何しろ原作愛されてる方々なので、この幻想水光伝を愛する皆様が劇場に集まるという、それがすごい楽しみですね。僕一度中屋敷さんと別の現場でご一緒させてもらったんですけど、本当に熱のある方で原作をすごく愛していつも演出されるんですけど、その時は通し稽古っていうのがあるんですね。でその時に演出を自分がつけたものを演じるものだからダメ出しとかを書かなきゃいけないじゃないですか。もう興奮してボールペンをずっとガンガンしながらこうやって見てたんですよ。で泣きながらずっとやってて終わって、じゃあダメ出しお願いしますって言ったらボールペン壊れて何も書けてない。それぐらいもう感情的に見てもう楽しんでくる人なんで。絶対稽古場も楽しくなるなっていうのはすごく今。そんなにでも情熱的な頭の中にはもうそうダメ出しとかもちゃんと。いやでも残ってなかったですね。涙で。あとセリフとか言っちゃうんですよね。言っちゃうんですよ。役者が演じてる前で自分もその人になりきって言っちゃます。すごく嬉しいんですけど、たまに邪魔だなって思う。カラオケでメイン歌ってるのに隣で臨床が大きいパターンですね。お客さんじゃなくてよかったですよ。お客さんだったら喋っちゃってると思う。それは好きな作品で一緒にできるっていうのは僕はもうとても楽しみで、絶対面白いものになるなと思ってます。
その役についてもお伺いしていきたいんですけども、一人一人ご自身の役についてどんな思いがあるのかもちょっとお伺いできますか。坊ちゃんの好きなところが2つあって、1つはその108世を束ねるそのカリスマ性っていうところと、もう1つはそのやっぱ悲しい運命にあるキャラクターなんですけども、やっぱりその悲しい出来事に出くわした時にやっぱ諦めずにちゃんと負けずに前を向いて突き進み続ける、そういうところが僕はその心の強さが僕は坊ちゃんの好きなところです。長いですか。すごい真面目だなと思って。母か。まあでも本当にそういうね思いだったりその成長する過程って僕らもすごく楽しみにしているのでね、ぜひちょっと楽しみながらやっていただきたいと思います。和田さんはいかがでしょうか。もう皆さんお気づきだと思いますけど、この方が坊ちゃんですよ。私は手となり足となり、もうこの方に尽くしていけばいくだけ、もう自分の役も輝くかなと思いますので、献身的な愛とシチューを。いたずらもしなきゃ。山田さんいかがでしょう。僕はそうですね、やっぱこの作品108世のキャラクター以外にもたくさんのキャラクターいると思うんですけど、その中でもワンのフリックは特にその感情的というか直情的に行動することが多いなって感じていて、この作品ワンに関しては死が伴ったりとか少し悲しいところがたくさんあって重そうなんですけど、それをなんかフリックのその感情的になる部分だったりして、なんかまた新たな波が生まれて、この本筋の話の中ではフリックっていう存在はすごく大事だなってとても思うんで、そこを大切に演じていきたいなと思ってます。なんかね、ひかちゃん聞いてて、みんなが愛してくれてる人たちが演者になってくれてるとかすごくそうですね。こうお話聞いてても皆さん元帥愛がもうすごいあるんだなって感じて、こんな方々が舞台を作るってもう今からすごく楽しみ、早く見たいなって。早く見たい。中石さんは今せかしてる。でもね、5月に行われたオーケストラの方も岡間さんとかも見に来られたんですよね。はい、4時間あったんですけど、もうあっという間に終わっちゃって、確かに、なんかその会場にすごく大きなモニターがあって、そのモニターでそのプレイ映像、その作品を見ながらその生のオーケストラをお聴きできるという形だったんですけども、やっぱ感動のシーンの数々をやっぱりそのオーケストラの方々の繊細で生演奏で繊細で美しい音色とともにやっぱ見れるってすごいことで、ずっと泣いちゃってて終始もうなんか軽くメイクしてたんですけど、もう終盤ボロボロすぎてもう誰にも一緒じゃんここ。山田さんは？いやもうめちゃくちゃ感動しましたね。その普段オーケストラってあんまり見る機会が僕なくて、正直最初4時間って聞いた時に聞ききれるのかなっていうのはあったんですけど、持つかなとかね、いろいろね。もうすごかったですね。やっぱもちろんその音楽の懐かしさもそうなんですけど、その新しい情報とかもいろいろ解禁されたりとか、その中で使われてる音楽を聴けてる機会とかもあったりして、やっぱこの現代に帰ってきたなっていうのもすごく感じましたし、めっちゃグッズ買いました。ありがとうございます。やっぱりでもオーケストラとすごく一致するのがやっぱ生の舞台であるって、その呼吸が聞こえたりだったりね、鼓動が聞こえたり、また歓声だったりとかっていうのが、それが伝わるとこれ舞台がさらに楽しみになってきますよね。岡村さんすごい笑顔。いやもう本当にワクワクしちゃって、もうまだかなまだかなってちょっとシチュー待ってる人みたいです。もうでも本当ね。僕らもね見ててすごく楽しみがもうどんどん増えていくというか、売買ゲームになっていってるような感じがするけど、その中で岩崎さん、今回もうすでにビジュアルを撮られたとお伺いしたんですけども、第1弾ビジュアルが完成しましたので公開できればと思っております。お願いいたします。こちらです、どうぞ。なんかもう本当にスタッフの方々になんかもう綺麗に仕上げていただいて、もうやっぱり衣装着てビジュアルを撮って、もう本当により一層身が引き締まる思いで、もう絶対舞台成功させてやるって気持ちでいっぱいです。なんかもうここだけ見てもなんとなくね情景が浮かぶというか、すごくストーリーで続きがね気になるところですけども、和田さんいかがでしょう。撮影する前にも衣装合わせといって、
服の色味から生地からご一緒にそうですね、一緒に浅山さんと、はい、こうした方がいいとか、武器はもうちょっと重い方がいいんじゃないか、長い方がいいんじゃないか、すごく細かいところのディティールまでこだわっているので、とっても素敵な仕上がりになったと思います。監修ね、IP としては浅山さんいかがでしたか、このビジュアルができて。生きて動いていたらこうではないかなっていうところをこう目指して、ただそのゲームのイラストを再現するっていうのもそうなんですけど、舞台の上で、照明が当たったりとかいろいろした中で一番映えるっていうのはどういうところかっていうのを皆さんと相談しながら進めさせていただいています。やっぱり画面の中ではなくこう人が来て動いてるっていうのはすごく新鮮で。さあということでこうなってくるとやっぱり気になるのが日程ですけど、岩崎さん。はい、ちょっと大変お待ちしました。言えるんですか？はい、これ日程決定しましたので、ここでお伝えできればと思います。お願いします。こちらです。はい。さあ中石さん。はい。日程が決まってくるとやっぱり身も引き締まってまいりますね。そうですね。もうすぐですね、本番気づいたら。早めに気づいて。とても楽しみです。お客様に会えるの楽しみだなと思ってます。もうちょうどね、心が温まるシチューがまたいい時に出そうですね。関西公演でも作っちゃおうかな。泣き出しに全部なっちゃうから。内藤さん、こんだけまた日程もね決まってくると。やっぱり盛り上がりがどんどんここに向けていきますよね。はい、ちょうど12月15日が30周年スタートなんですよ。幻想水湖の ID ちょうどここに被っているというところを見て、ぜひ皆様、舞台を見ていただければ。そうですね。はい。上演スケジュールの詳細やチケット情報は近日発表いたしますので、公式 X など SNS をフォローしていただき、続報をお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。舞台の情報は以上となりますが、それでは皆さん、視聴者の皆さんに向けてメッセージをお願いしたいと思います。まずは岡間さん。改めましてこの幻想水湖伝という舞台を初舞台初主演で務めさせていただけることを本当に光栄に思います。やはり舞台というのは一人では、お客様に感動を届けられない。なのでやっぱりこの役をもらったからこそキャストの皆様だったり、スタッフの皆様だったり、あと応援してくださる皆様、たくさんの力を借りて、公演を成功させたいと思っておりますので、何卒ご声援のほどよろしくお願いします。はい。続いて和田さん。今回我々役者陣、それから中石さんはじめスタッフの皆様もとても幻想水湖伝愛にあふれた皆様で舞台幻想水湖伝作ってまいりますので、見に来てくださる幻想水湖伝のファンの方々にきっと喜んでいただけるような作品になると思いますし、やはりこう舞台化する時は期待値以上のものを何かお客様に見せて初めて僕はこういう原作ものを舞台化する意味があるんじゃないかなと思ってますので、また新たな幻想水湖伝の魅力を皆様にお見せできるように頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。山田さん。はい。今回舞台の発表があった時に、反響をいろいろ見てやっぱりすごく愛されてる作品だなって、もう30年近くですよね。もう今現段階29年経ってるようなんですけど、それでもこれだけ大きな声があるっていうのはすごく愛された作品だなって改めて思いました。でこの間のリマスターもそうなんですけど、解像度が上がってる中で僕たちが生身で舞台を演じることによってより解像度がまた格段に上がると思いますんで、それを踏まえて皆さんには楽しんでもらいたいですし、また再プレイしてなんか今まで思ってなかった感情だったりとか、ここって憶測だったけど舞台の生を見ていやこうなんじゃないかって思ったりとか、より原作を楽しんでもらえる一つのきっかけになってくれたらとても嬉しいんで、僕たちもしっかりと最後まで誠心誠意向き合って作品を作っていきたいと思います。ぜひ劇場でお会いしましょう。お願いします。さあそれでは最後に中石さん締めてください。はい、舞台幻想水湖伝キャストスタッフ一同、心を込めて作品を作ってまいります。皆様に一足早い、クリスマスプレゼントをねお届けできるように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは最後に公演概要を振り返っておきましょう。はい。舞台幻想水湖伝門の紋章戦争編は2025年12月に、東京、京都の2都市で公演を予定しております。はい、ということで舞台楽しみにしております。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。お次はこちらです。初出しとなる大規模展覧会情報。この展覧会というのはどういうことなのかちょっとお伺いしていいですか。今年12月からもう皆さん知ってますけど、30周年を迎えるんですけど、もうファンの皆様に何を伝えたらいいのかと思ってすごい考えた結果がまずこれなんですね。もちろんちょっと間に合わなかったですけど、村山さんであったりとかはじめとする原作者の皆さんの方にも感謝の気持ちを込めて何かできないかって考えた結果がこれなので、こちらを行います。シリーズ30周年記念幻想水湖展 1&2 展幻想博物館開催決定。幻想博物館、一体どんなイベントなのか教えてください。幻想水湖展がゲームから飛び出して本当に少しでもリアルに感じられるような企画を考えているんですね。でリアルなんかね、これ僕がいろいろ言っても多分伝わらないので、このイベントをプロデュースしていただいている方に来てもらってますので、詳しく聞いてください。わかりました。それではゲストご紹介させてください。株式会社東京ドームプロデューサー渡辺美里さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ自己紹介を改めてお願いします。はい、渡辺美里と申します。私自身初めてやった RPG のゲームが幻想水湖伝1。もう本当に大ファンでして、はい、今回ですねHD リマスター版 1&2 ですね発売するぞっていうのを拝見して、その翌日にはコナミさんにこの企画についてご相談をさせていただきまして、はい、今回シリーズ初となる大規模展覧会に携われることをもう本当に光栄に思っておりますので、精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。渡辺さんからの逆オファーということだったんですね。これはでも心強かったでしょ、内藤さん。はい、で一番最初来た時は普通に展覧会とか原作展やりませんみたいな話だったんですけど、いやいやもう30周年お任せしますと、30周年やってもらっていいですかみたいな。でも渡辺さんのね、そうやって初めてやった RPG、思い出の作品の中でということのひとしおでしょう、思いも。いやもうできる限りの視力を尽くそうと思っておりますので。これちなみにですけども、あえて好きなキャラ言うならどんなキャラがお好きですか。いや、好きなキャラクターこれほど難しい作品ないなという感じでいっぱいいますからね。ちょっと事前に実はこれ伺っていて、すごい本当に考えたんですが、やっぱり初めてプレイした時に、1も2も戦記ものなのに女性がリーダーなんだっていうのがすごく記憶に残っていてですね、当時小学生だったんですけれど、その女性リーダーの代表でもあるオデッサさん。オデッサですよね。女性の魅力というか、強さだったり率いるなんていうんですかね、企画力だったりとか、改革の長になるわけですけども、これ渡辺さんが今回オデッサになり変わってと怒られそうなんですでもそのぐらい強い気持ちでやっていただいていると。そうですね、作品幻想水湖伝という作品もそうですし、オデッサさんもそうですし、そこからちょっと受けた力をお借りしてみたいな感じで、精一杯やらせていただこうと思っております。まずコンセプトからお伺いしていいですか。はい、ではコンセプトこちらになります。幻想水湖伝の世界にある架空の博物館というものがコンセプトになります。架空の博物館、ちょっと気になるワードが出てきましたけども、詳しくお伺いできますか。展覧会のプロデューサーとしてで、何よりも一人のファンとして考えられる中で、最も価値がある体験の企画をしなければということで、本当にこのコンセプト設計に2年以上、お時間がいただけたというのもあって考えまして、で出来上がったのがファンの皆様お一人お一人がですね、ゲームをプレイする時と同じ感覚で幻想水湖伝の世界に没入できるっていうような空間を作っていこうと考えました。改めてそのコンセプトに至るまで2年間という長期間にわたる、大変だったと思うんですけども、そのあたりも聞かせていただいていいですか。普通のストーリーとかキャラクターを追うような展示ももちろん魅力がありますし、ちょっと後ほどご説明させていただくんですが、原画ですとかっていうようなコナミさんからお借りするものももちろんたくさん展示をさせていただくんですけれども、やっぱり幻想水湖伝 RPG の作品っていうそのキーワードに絞って、考えたコンセプトになっておりまして、実際にその幻想水湖伝の世界の中だよと言われても納得してしまうような、本当にディテールにこだわった、展示品の数々お届けしたいと思っております。なんかね、展覧会とか、博物館とか言われると、割とそこの作品を、このリアル世界に
投影したりとかよくされますけど、僕らが入っていく感覚になるっていうのがいまいちまだ多分伝わらないんですけども、ちょっとそのあたり展示内容とかそのあたりもちょっとお伺いできればなと思うんですけども。そうですね、全体的にはまず幻想水湖伝1&2展なので、幻想水湖伝1、幻想水湖伝2に登場するキャラクターの、等身大の立像を含む名シーンのフォトスポット。パネルじゃなくて立像？はい。しかも複数。はい。というところがまず見どころの一つと、架空の博物館ということで、実際の戦いの戦争の中で使い込まれたような傷ですとか汚れですとか、そういう細かいところまでディティールにこだわった、いろんなキャラクターの武器ですとか、衣装ですとか、装飾品とかその他小物類とか、そういったものも展示させていただきます。そのあたりって崎山さん監修ですよ、またね。そうなんですけど、それをこれからもしかしてそうですね、実は今回ですね、この番組見ていただいている皆様に、一部展示品先んじてご覧いただこうと思いますので、ここで初お披露目させていただこうと思います。お願いします。さあ、ということで目の前には展示物が、おー、出た。これ実際に見ていいですか、近くで。はい。こちら左から幻想水湖伝1の解放軍のリーダーさんのバンダナ、こちらが幻想水湖伝2新同盟軍のリーダーさんのつけていた頭飾りになります。ぜひお近くでご覧ください。すごいちゃんと使い込まれているような穴が開いてたりとか。本当だ。これよく見たらちょっとすすっぽいものが。はい、まさにそうですね。実際の、着用されていた展示品ということで、今回作らさせていただいております。そうですね。それを収蔵した博物館という形ですので、実際その坊ちゃんのバンダナとかがどういうふうな、例えば汚れ方にしてもどんな汚れ方でしょうねっていうところで、やっぱり汚れはちょっと戦争の日のすすの汚れであってほしいとか。あたりとか黒ずんで、毛羽立ちとかも。毛羽立ちとか。本当だ。すごい。実際イラストにもちょっと描かれてるんですけど、この紫色の方には布が傷んでちょっと穴が開いてるような形があるんでっていうところで再現していただいたりしました。これ色味とかも全部この。そうですね。いくつもサンプルで布をいただいて、じゃあこの色でっていう形でお願いしたものになります。先生。そうですね。頭飾りですね。丸じゃないですか。そうですね。断面ですね。三角になってる。三角だったんだと思って。ここの立ち上がりの角度だとか汚れ具合っていうのもいろいろこだわりがありまして、例えばこれ実際頭につけて戦っていたので、この頭の内側はそんなに汚れないですよっていうことをこうお伝えして、なるほどと。確かに。通りだなと。汚しを減らしてくださいっていうお願いをしたりとか。最終的に外側にはちゃんと傷がついてたりしますもんね。そうですね。外側の傷もやっぱり戦いの場で実際につけているものなので、傷の具合とかもこういう形でお願いしました。すごい。世界に一つですよね。そうですね。これが見られるのも、その博物館のみ。幻想博物館のみでございます。なかなかね、こうやって写真であるとかイラストでは伝わらない本当に歴史が詰まった作品になりましたね。じゃあね。そうですね。実際の本当につけていたものっていうそのコンセプトが非常に面白いなと思います。これ渡辺さん結構ご苦労なさったんじゃないですか。素晴らしいものに仕上がったので、崎山さんも太鼓判の、本物だということで、頑張らせていただいております。そうだ、本物といえばあれでしょ、僕らがゲームショーで見せていただいたコンセプトアートだったりとか企画書だったり、ああいうのってあったじゃないですか。あれ以外のものもなんか展示されるとかってお伺いしたんですか。はい、ゲームショーのスペースではもう全く収まりきらなかったと伺いまして、本当に多数のですね、イラストの原画ですとか資料拝見させていただいておりますので、こちらも本当にたくさん展示させていただきます。楽しみだ。ねえ、だって開きたかったもんね、中身を。開きたかったです。今回のこの展示に合わせて本当にもう社内にある原画を一通り全部ここに集めて見ていただいて、この中からセレクトした一品を
展示させていただきたいと思います。羨ましいね。先に見れてね。私も全部見たいです。本当ですよ。なので幻想水湖殿の、歴史に触れられる博物館としての展示をいろいろと企画しております。はい。さあ内藤さん、もうねすでに幻想博物館楽しみになってきているんですけれども、いつ開催されるのかというのはもう言えますか？言えます。お、やった。だって30周年ですもん。30周年と歌ってるので12月です。その日も12月6日から6日、はい、あ、もう日程も決まってる。決まりました。おお。日程は2026年1月12日まで。会場は東京ドームシティギャラリーアーモです。前期後期で展示の入れ替えもありますということで。展示の入れ替え、はい、これどんな入れ替えになるんですか？はい、1&2 展ということで、1、2いずれにも登場するキャラクターの例えば衣装が変わったりですとか、はい、マルチエンディングならではの展示の変化ですとか、はい、そういったものが入ってまいりますので、ぜひ前期後期いずれも足を運んでいただきまして、幻想水湖殿の世界に存分に思いを馳せていただければと思います。はい。さあということでね、マルチエンディングもちょっとねすごい気になりますけど、これ入場はどういうふうに？幻想博物館では3つのチケットをご用意しております。はい。まあグッズ付きのチケット。このグッズに関してはもうここでしか手に入らない限定品を用意しています。出た。ゲレアですね。はい。グッズ付き入場券 A ルカブライド×ハードコアチョコレート T シャツ付きです。お値段は7500円となります。はい。こちらハイランド王国王子のルカブライト様とアパレル界の悪童ハードコアチョコレート様との限定のコラボになってますので、はい、幻想水湖殿2語る上で絶対外せないこの方の T シャツ。ぜひ身につけてください。はい。続いて2グッズ付き入場券 B は衣装ラバーストラップ3種セット付きです。お値段は5000円となります。はい。こちら幻想水湖殿1、2の、各主人公、そしてそれぞれの物語で活躍するルックさんの衣装をモチーフにしたラバーストラップの3種類付きのセットになります。はい。はい。今回の展覧会のコンセプトですね、分かりやすく可愛らしくグッズでも表現してみました。確かに。はい、グッズ付きチケットは1時2時抽選販売限定となっておりますので、ぜひお忘れなくお求めください。いずれのグッズもここでしか手に入らないレアアイテムです。一時抽選申し込み期間はご覧の通りです。入場券単体も2500円として販売開始となります。その他詳細も本博物館公式ホームページ公式 X をご確認ください。はい、ということで盛りだくさんでございましたけども、改めてやっぱりこの僕らがその世界に入ってその世界に立つ博物館の中で展示物が見られるという、これってすごくいいコンセプトで、だから没入感もかなり高いなと思うんですが、ぜひね、皆さんもご覧いただきたいと思います。改めて、おまとめです。視聴者の皆さんも気になった情報は公式ハッシュタグ幻水展をつけて投稿してくださいね。ということで渡辺さん、視聴者の方に向けて最後メッセージを頂戴したいと思います。幻想博物館ですから、館長として、ね、ぜひお願いしたいと思います。はい、この度開館いたします幻想博物館、トラン共和国とデュナン共和国両国の建国に貢献した英雄たちの勇姿を称える博物館です。閉館では特にそれぞれの英雄たちに焦点を当てた展示品を、ご用意しております。英雄たちの武器や衣装、また装飾品には傷や汚れなどが見られまして、積み重なれた時間の長さだったりとか戦いのリアルさというものを感じられるようなものになっております。ここにあるドラマをぜひご体感いただきたいと思っております。皆様のご来館心よりお待ちしております。はい、ということで30周年、本当に盛りだくさんですが、以上シリーズ初の開催となります展覧会情報でした。お次のコーナーは初めての幻想水湖殿。このコーナーは幻想水湖殿作品を解説するコーナーです。幻想水湖殿 IP 監修担当の崎山さん、よろしくお願いします。お願いします。ようこそ幻想水湖殿の世界へ。シリーズ初心者にも分かりやすく解説を務めたいと思います。はい、それでは崎山先生、今日は何を教えていただけるんでしょうか。今日は紋章を紹介します。紋章、今回のスターリープのバトルでも紹介されていた攻撃や回復で活躍する魔法の力ですよね。その通りです。でもそれだけではありません。
単に魔法の力が使えるようになるものというだけではなく、紋章を宿したことで人々の人生が変わっていく、人間ドラマが展開していくっていうのが幻想水湖伝の物語の大きな特徴です。バトルでの魔法にとどまらず、命を育む力、死を与える力、風を吹かせる力、大地を支える力、太陽の慈しみの力や闇の住人へ活力を与える月の力など、万物の力の根源であり、世界を動かしているのが紋章です。前回の幻想水湖伝ライブの後にアンケートを実施させていただいたんですけども、この初めての幻想水湖伝で、取り扱ってほしいっていうのが一番声が多かったのがこの紋章についてなんですね。確かにね。紋章は幻想水湖伝1から5までさまざまな紋章が登場し、各作品の物語の軸となる最も重要なキーワードと言えます。各作品ごとに登場している紋章を数えてみましたが、170種類を超えていました。そんなにあるんですね。それでもこの原水世界に存在する紋章のごくわずか一部に過ぎません。そしてそれらのすべてはもともとはたった27個の紋章、27の真の紋章から生み出されたものであるとされています。スターリープで出てくる変化の紋章もその一つですよね。そうです。そして27の真の紋章の誕生を語る伝説があります。教科書、幻想水湖伝極み大辞典2ページ今回は開きやすいですね。創世の物語の朗読を月城さんお願いします。最初に闇があった。闇は長い時の狭間に生きていた。闇はあまりに長い間寂しさの中で苦しんだためについに涙を落とした。幻想水湖伝の世界はこの伝説が根幹となって世界が形作られています。非常に詩的な表現でね、さまざまな解釈が可能ですよね。続きをお願いします。はい。涙から2人の兄弟が生まれた。剣と盾である。剣はすべてを切り裂くことができると言い、盾はいかなるものにも傷つけられないと答えた。そして2人は戦うこととなった。戦いは7日7晩続いた。この最初に生まれた涙、これが HD リマスターのタイトルにも添えられている、始まりの紋章とされています。そして戦いが始まりました。では続きをお願いします。はい。剣は盾を切り裂き、盾は剣を砕いた。剣のかけらが降り注ぎ空となった。盾のかけらが降り注ぎ大地となった。戦いの火花が星となった。そして剣と盾を飾っていた27の宝石が27の真の紋章となり、世界が動き始めたのである。この創世の物語で描かれている剣と盾、砲と混沌の激しい戦いから天と地と星というこの元帥の世界が生み出され、その世界へ散らばっていったのが27の真の紋章です。この戦いから生まれた世界というところで、それゆえに27の真の紋章がこの戦いの原因となること、そういうこともやっぱりこの元帥世界の定めなのかなと思っています。なんかすごいですね。もっと深く知りたいなと思うんですけど、いかがですか？そうですね、説明していきます。どんどん声が小さくなっていく。でも本当真に迫ってる感じがしますね。緊張感が。そして真の紋章を宿したものには他の紋章とは比べ物にならない桁外れの強い力を手に入れ、不老、つまり老いることがなくなります。それゆえ真の紋章をめぐって国家間で争いが起きることは珍しいことではありません。スターリープのティザートレーラーでも紋章出せってシーンがありましたよね。そうですね。村が焼かれがちな原因の一つだった。焼かれがち。スターリープで登場する変化の紋章は過去の作品ではほとんど登場しておらず、いろんな噂があります。あれ、噂ってのはそのシンダル族が関係しているっていう、すごい顔しますね。窓いたってことですか今の。すごい知らんぷりしてる。月城さん知ってるんですよねこれね。すごい顔する。いやいや森さん、変化の紋章についてはスターリープで語っていきますんで、なるほど、それまでお待ちください。ちょっと急ぎすぎたんですね。お願いします。すいません。それでは、これまで登場した27の真の紋章をシリーズの順に紹介していきましょう。では教科書802ページを開いてください。はい。
そうですね、極みこう2010年15年前に出版されたのですが、その時に私はこの5のとあとティアクライスのページの監修に関わっていました。この本の監修はもうこの分厚さというものなのでなかなか大変でしたけど、では、元帥1に登場したのは生と死を司る紋章、通称ソウルイーターです。宿す者に非常に過酷な運命をもたらす紋章ですが、森さんはソウルイーターにどんな思い出がありますか？ネタバレせずにお願いします。ネタバレせずにソウルイーターを語る難しいことを言いますね。これ僕自身責任感は全て負いたくないタイプなので、ソウルイーターはいりません。なるほど、そうですよね。であと元帥1に登場する重要なもう一つの真の紋章が HD リマスターの副題にもなっている門の紋章ですね。この元帥世界には100万世界と呼ばれる異世界が存在し、その異世界につながる門を開くとされる紋章です。そしてこの門の紋章にも数百年にわたる辛い物語があるんですが、これも本当ね、語り出したらすごいですよね。長くなってしまうんで次に行きましょう。次は元帥2、始まりの紋章です。この真の紋章は先ほどの創世の物語に登場した剣と盾の合わさった姿とされています。元帥2の物語はこの2つに分かれた黒き刃の紋章と輝く盾の紋章を軸に波乱万丈の物語が展開していきます。ソウルイーター、門の紋章、始まりの紋章、これらの、紋章が紡ぐ物語、この幻想水湖で 1&2 HD リマスターで体験していただきたいなと思います。そして、元帥3では真なる火の紋章が登場します。これは分かりやすく火の力の源ですね。主に攻撃魔法に使われる火の紋章や烈火の紋章の最上位に位置する真の紋章です。火の他にも水、風、土、雷の真の紋章があり、合わせて5行の紋章と呼ばれています。元帥3ではこの5つの紋章をめぐる争奪戦が繰り広げられていきます。ジマスさん、5行の紋章はバトルでそれぞれ特徴的な活躍を見せてくれますよね。そうですね。さすがに真の紋章というのは宿す人が選ばれるんですけども、この5行の紋章の眷属となる紋章というのは、いろんなキャラクターたちが宿していて、バトルでも活躍していると思うんですよ。でスターリープでも、これらの紋章を活用して、バトルのところで説明した、敵の弱点属性をつくっていう遊びもありますので、これを使うことで戦いが、有利に運んでいけるということになりますね。元帥4では罰の紋章が登場します。償いと許しを司る真の紋章です。非常にまがまがしい姿ですよね。この許し、許すっていう言葉は元帥のシリーズの根幹にあるとても大切なキーワードで、物語もそうですしゲームシステムにも大きく影響を与えている言葉です。具体的には？そうですね、例えば仲間集めを今しなさいとかってあんまりゲームでは言わないんですよね。自分の好きなタイミングで行って、しかも例えば戦争が始まりますって言われた時も、ちょっとミニゲーム遊びに行ったりとか、そういうものを許すゲームシステムではそういうふうな形であります。例えばあと、豆知識というわけではないですけど、水湖伝のこの字ちょっと思い浮かべていただくと、ほとりっていう漢字ですね。漢字をよく見ると山水の横に許すっていう文字の組み合わせでできています。本当だ。本当だ。ここにもこう許す物語っていうものとつながりがあると。へえ。そして元帥5では真の紋章として太陽の紋章、そして黎明の紋章と黄昏の紋章が登場します。太陽の紋章は生きとし生けるものに慈しみと育む力を与える紋章です。懐かしいですね。この紋章が紡ぐ物語やこのデザインを作る時にもいろいろとエピソードがありますが、それはまた別の機会があれば。さて、27の真の紋章ですが、シリーズ5作品30年間でその姿まで公表された真の紋章は現在13個です。この他にも姿が表されていない真の紋章として、ハルモニア新生国が持つ円の紋章、暁帝国滅亡の際に行方不明となっている覇王の紋章、その身を剣の姿に変えた夜の紋章、どんな力を持つのか未だ明かされていない八つ房の紋章、そして元素水湖伝スターリープでは変化の紋章以外にも全く新しい通常の紋章も数多く登場していきます。そうなんですか？
今日はその出来たてほやほやのデザインを、先生ちょっと言い過ぎてしまわないように、お時間じゃないですかね。あら、聞きたい今の。ほっといたらもうどこまでも行っちゃいそうなんで、ちょっと今日はここまででお願いします。わかりました。じゃあ今日のまとめしときますか。はい。紋章なくして幻想水湖伝なし。その通り。間違いない。確かにそうですよね。はい。いや本当そうですよ。はい。ということで崎山先生もありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。そして崎山先生の質問も大募集中です。海外からの質問も大歓迎です。それでは以上、初めての幻想水湖伝でした。さあ毎回盛りだくさんの内容ですが、そろそろお別れのお時間となります。まずはお知らせです。はい。くじ引き堂よりオンラインくじの発売が決定いたしました。公式パーフェクトガイドや週刊ファミ通の川野純子氏書き下ろしのカバーイラストなどキャラクタービジュアルを使用したグッズが登場です。本拠地風呂をイメージした入力料や強力攻撃全種のアクリルバッジ&チャームも必見のラインナップです。そしてこのオンラインくじに合わせた SNS キャンペーンも実施されます。ぜひ皆様ご参加ください。はい。さあ続いて今回の情報まとめて見てみましょう。はい。はい。こう見ると本当に盛りだくさんでしたね今日も。だから糸番組で出す量じゃないのよ。そうですね。確かに情報量がでもそれだけ皆さん嬉しいですよねきっと。ですよね。一番嬉しかったの何ですか。やっぱり個人的にアニメすごい楽しみにしてたので、そのアニメの放送時期が決まったことが今回すごく嬉しかったですね。はい。あと僕はね舞台の方でキャストまた他にも会ってみたくなった。わかります。皆さんすごくいい人で、もっとお話聞きたいですね。はい。あとは幻想水湖伝スターリープ、スチームでできるんじゃっていうのがね、私にとってはもう最大の喜びでした。わかります。はい。公式 X では今日の情報のリマインド、そして随時新しい情報もポストしてまいります。皆様ぜひぜひフォローをよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあそして視聴者の皆さん、もっともっと幻想水湖伝情報をお伝えしていくためにこの番組定期的にお届けしていきます。ぜひご覧ください。さあということで最後に内藤さん、皆さんにメッセージをお願いいたします。今回はスターリープアニメ舞台などの最新情報を出させていただきました。ただ今回一番大きいのは30周年記念展の情報を初出しさせていただいたことかなと思っています。今年12月から始まる30周年をしっかり盛り上げて、次の30年につなげていくことが僕の使命かなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひこの原作を作られたクリエイターの方々への尊敬と感謝を込めてしっかりとしたものを目指していきますのでよろしくお願いします。そして今後まだまだいろいろ情報で発信していきたいなと思ってますので、スターリープのウィッシュ登録ももちろんしてほしいですし、それぞれスターリープも舞台もアニメもさっきの展示会も公式 X ありますので、ぜひフォローしていただきたいと思っています。それぞれのアカウントではそれぞれ本当に細かいしっかりとした情報を出していきますので、こちらの方も注目ください。さあということで番組は終了となります。まだ本当にね追い切れてない情報もまとめておきますので、ぜひこちらも改めてご覧いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。コナミ